やっと購入しましたよ。え？技的？安心してください。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。以前こちらの動画でレオボグ HI86 を紹介しましたが、技的未取得だったため別のキーボードをカスタムしたりしていました。今回コスパよし、打鍵感よしと定評のあるキーボードを購入したのでレビューしていきます。そしてなんと技的もあります。総務省技術基準適合証明等を受けた機器の検索で確認済みなので合法的に利用可能です。今回の製品はこちら、EPOメーカーオーラ F75 です。こちらは2025年1月に日本で発売され、すでに多くのレビュアーにより評価されています。私は7107円で購入しました。特にコスパと打鍵感が良いと評判なので楽しみです。早速開封して確かめてみましょう。今回はアリエクスプレスで購入しています。箱は、はい、まあいつもの感じですね。オープン。まずはキーボードカバーですね。そしてマニュアルです。少しですが日本語もありますね。それからクイックガイドです。英語ですが書いてあることはなんとなくわかります。本体はビニールの袋に包まれています。一旦避けておき、その他の付属品を確認します。USB タイプ A2C とキーキャップを外すキープラーですね。予備のキースイッチも入っていました。後で詳しく紹介しますが、レオボグリーパースイッチというリニアタイプを選んでいます。内容物は以上ですね。それでは本体を見ていきましょう。あ、いいですね。クリーム色に落ち着いた青と緑が良いアクセントです。他の空張りもありましたが、これで良かったです。背面にはドングルと切り替えスイッチが見えますね。カスタム可能なコントロールノブもついています。筐体は裏面もプラスチックですが、ガスケットマウント構造のためか中身はしっかり詰まっている感じです。チルトスタンドは2段階ですね。技的マークがしっかり表記されています。安心して使えますね。サイズを測っていきます。大体ですが、横幅が 32.3 センチ、縦が14センチ。高さはキーキャップなしで 3.3 センチくらいですね。重量は 962g です。それではお待ちかね、打鍵オンのお時間です。いいですね。打っていてとても心地よいです。アルミケースではないですが、この価格でこの打鍵感は確かにコスパが良いと評判なのもうなずけます。キーキャップはダブルショットのチェリープロファイル。
そしてこちらがレオボグリーパースイッチですね。このままでも十分良いのですが、せっかくホットスワップ対応ですのでカスタムしていきます。使うキースイッチはこちら、アコローズウッドスイッチです。こちらもアリエクスプレスで購入しました。さて、作業をしながらキースイッチについて説明します。過去の動画でメカニカルスイッチには主にリニア、クリック、タクタイルと種類があり、軸というじゃじゃん。またあなたですか。スイッチの説明なら僕がしてやるよ。はいはい、ではお願いしますよ。メカニカルスイッチは打鍵音の違い以外にも細かいスペックがあるんだ。例えばオーラ F75 についているレオボグリーパースイッチはこんな感じだ。まずスイッチにも素材の違いがあり、打鍵音にも影響するんだ。これは POM という素材と TC ナイロンの複合で作られているみたいだね。イニシャルフォースというのはキースイッチを押した瞬間に必要となる力。アクチュエーションフォースっていうのはキーが押されてからスイッチが作動し、信号が送信されるポイントまでに必要な力のことだ。これらの数字が大きいほど入力までに必要な力が多くなるため、文字通り入力が重くなるんだ。アクチュエーショントラベルはキーが押されてからスイッチが作動し、信号が送信されるポイントまでに必要な移動距離のことだ。フォースは力だけど、こっちは距離なんだな。ボトムアウトフォースというのはキーを押し切ってそこに当たるまでに必要な力だ。オーカーツとも言うぞ。トータルトラベルはキーを完全に押し下げた時の総移動距離だ。トラベルディスタンスという言い方もあるぞ。最後にファクトリールブ。ルブというのは潤滑油を指しているかどうかだな。工場出荷時に油を指しているかどうかがわかるぞ。イエスなのでこのスイッチはルブ済みだ。これらの値はメーカーや製品によって全然違ってくるし、キー入力の軽い重いだけでなくタイピングスピードやタイプミスにも影響してくるからとても大事なんだ。スイッチ選びは単にクリック音がするかしないかだけじゃないんだぞ。今変えようとしているローズウッドスイッチはどうかな。じゃまたな。また勝手に帰ってしまいました。でもスペックの話は分かったのでよしとしましょう。ちなみにローズウッドスイッチのスペックはこんな感じです。アクチュエーションが 40g なのでリーパースイッチより若干軽めになっていますね。ボトムアウトも軽いですがトータルトラベルはやや長めです。ということはリーパースイッチより軽い打鍵感が期待できそうです。さてキースイッチの交換ができたのでキーキャップを取り付けていきます。オリジナルのキーキャップもいいですが今回はこちらを使います。KBDIY というメーカーのシーソルトキーキャップです。見た目のカラーリングが綺麗だったのとなかなか見かけることが珍しい SA プロファイルだったので購入しました。 SA プロファイルはかなり高さのあるキーキャップですね。こちらを取り付けていきましょう。完成しました。では入力チェックをしていきましょう。いくつか反応しないキーがあり確認しましたが正しくスイッチが刺さっておらずピンが曲がってしまいました。気をつけていても正しく刺さらないことがあるんですね。さて全てのキーが反応したので打鍵音を確認していきましょう。
いかがでしょうか。音は静かになり、入力感は軽く滑らかになりました。キーは SA プロファイルなのでやはり大きさを感じますが、慣れれば全く気になりませんし、打ちにくいと感じたなら他のキーキャップに変えてみるのもいいかもしれませんね。正直キーボードなんてお気に入りが1台あればいいじゃないかと思っていましたが、これではキーボード沼にはまってしまいそうな。もう手遅れだぞ。皆さんもいかがですか？